チャプター5の舞台となったのは、あまりにも広大なラボ施設でした。ハギーに追われ続け、気がつけばリリーとのお茶会に参加させられている。そんな怒涛の展開に戸惑った方も多かったのではないでしょうか。これまで張り巡らされてきた伏線が回収されることを期待していましたが、実際に明らかになったのは、新たに追加された数多くの謎や疑問でした。結局、チャプター5はどのような物語だったのか、そう感じた方も少なくなかったと思います。今回は自分自身の整理も兼ねて、チャプター5のストーリーを順を追って振り返っていきます。なお、本動画はネタバレを多く含みます。ハギーに追われる。物語は前作の続き、ラボの入り口から始まります。赤い煙が噴射されていましたが、主人公は無事に生き延びていました。しかし直後、ハギーワギーが扉を破壊し、再び主人公を執拗に追い始めます。ラボの廊下を駆け抜け、半壊したエリアを通過していきます。狭いダクトを抜け、落下した先に広がっていたのは、意外にも開放的な空間でした。そこにはマスコットたちの垂れ幕が掲げられ、上下に複数のフロアが広がっています。さらに外へ目を向けると、広大な大空洞の中に施設のような構造物まで確認できます。地下とは思えないスケールです。やがてコンテナが無数に並ぶエリアへと到達します。逃げ道を探して進むうちに、再び研究所エリアへ戻ってきますが、そこでもハギーに追い込まれ、エレベーターへと逃げ込むことになります。ハギーの猛攻からかろうじて命は守れたものの、主人公にとって大事な相棒であるグラブパックを奪われてしまいます。その直後、エレベーターは急降下し、主人公はそのまま下層へと落下してしまいました。ギブレット。落下した先に広がっていたのは、荒れ果てた暗いエリアでした。主人公はライトを頼りに慎重に進んでいきます。ここはロングサイドアウティマルズたちの住処のようで、簡易的な家が点在しています。本来は実験に使用する肉体を保管するための区画だったと考えられますが、喜びの時間以降、彼らが身を潜める場所へと変わっていたようです。やがて、ミキサーのような巨大設備があるエリアに到達し、そこで新たな相棒となるグロービーを入手します。懐中電灯やブラックライトとして機能し、テープの再生も可能な万能ツールです。ここから探索の幅が一気に広がります。その直後、ロングサイドの個体に襲撃されますが、今作の案内役であるギブレットに救われます。ギブレットはボール状の杖から電撃を放ち、敵を撃退しました。この電撃は、実験体1202のショート映像に映っていた描写の伏線回収とも取れます。つまり、あの映像に登場した電撃は、ギブレットの存在を示唆していた可能性があります。ギブレットは主人公のこれまでの行動を把握しており、主人公をプレイタイムブッチャーと呼びます。ブッチャーとは、残酷なもの、破壊をもたらすものという意味です。主人公のこれまでの戦いが、おもちゃ側からどう見られているのかがわかる呼び名です。ひとまず安全な場所へ向かうことになりますが、その道中でプロトタイプと遭遇します。赤い煙をまといながら徘徊するその姿は、明らかにこれまでとは異なる威圧感を放っています。危機を乗り越えた後、主人公はギブレットの住処へとたどり着きます。そこで両者は、プロトタイプを倒すという共通の目的を確認します。まずは、グラブパックを探すため、次の目的地であるボイラーへ向かうことになります。生物多様性ラボ、ライトを頼りに進み、主人公はまずボイラーへとたどり着きます。ボイラーとは、水を加熱し、蒸気や温水を生み出す装置のことです。そこには巨大なブロンの模型が設置されていました。その口元から垂れ下がっていた古いグラブパックを回収しますが、当然ながらオムニハンドやパープルハンドは失われたままです。代わりに、新たに圧力ハンドを入手します。ここでアクションの幅が再び広がります。次に到達するのが、生物多様性ラボです。このエリアは、制御を失ったかのように成長した植物の根に覆われています。その奥で姿を現すのが、ゲームプレイトレーラーにも登場していた巨大な卵のような物体です。資料によると、この研究の目的は、生物と共存できる特殊な本能を持つ植物の培養にありました。そして将来的には、中和薬によって調整された成果物がポピージェルであったことが示唆されています。つまり、あの卵状の物体は、過剰に肥大化した植物の濃縮液であった可能性が高いということです。その後、ギブレットの仲間であるチャムチョンプキンズと出会います。彼の協力を得て、プロトタイプの弱点を探るため、プレイタイム社の研究データベースへアクセスする方針が決まります。データ収集。次に進んだ先は、エンジニアリング区画です。エンジニアリングとは、技術管理や機械制御を担う部門を指します。この作業上で判明したのは、先ほど触れた中和薬とプロトタイプに関する重要な情報がデータセンターに保管されているという事実でした。
つまり、確信に迫るためには、そのデータセンターへ向かう必要があります。中和薬の資料にはルートヴィヒ博士の名前が記されていました。この点から、エリオットのオフィスにあったラット実験の記録が、エリオット本人の研究に由来するものであったことが裏付けられます。すなわち、あのメモ書きはエリオットが進めていた実験の過程を示す記録だったということになります。そしてプレイタイム社は、その研究成果をもとに、1006及び1007へ中和薬を使用し、一定の成功を収めていた可能性が示唆されます。このエリアは比較的損壊が少なく、死体も見当たりませんでした。他の区画と比べると異様な静けさがあり、逆に不気味さを感じさせます。その後、主人公はさらにエンジニア棟へと向かいます。途中で目にするのが、巨大なジェルクリーニングステーションです。ドラム式洗濯機のような構造を持つ設備で、ポピージェルに関係する処理施設と考えられます。もはやこの地下施設がどこまで拡張されているのか、常識では測れない規模です。やがてギブレットたちと再合流し、先ほどの重要データはプロトタイプによってバックアップが取られていることが判明します。そこへ向かうためには、リアニメーションと呼ばれるエリアから列車で移動する必要があります。リアニメーションとは医学用語で蘇生を意味します。この名称自体が、この先に待ち受ける施設の性質を暗示しているようにも感じられます。さらに、チャムがプロトタイプの配下であることも明らかになります。しかし単なる敵というわけではなく、何らかの事情を抱えている様子です。実際、プロトタイプが再び姿を現した際には、自らの内部に主人公をかくまい、結果的に助ける行動をとっていました。調整エリア。次にたどり着いたのは、キャットナップの断罪動画にも登場していた調整エリアです。ここは実験体に対して再調整を施す区画でした。言い換えれば、被験体となった孤児たちに対し、人間ではなくおもちゃであるという認識を植え付けるための洗脳施設です。このエリアに設置されていたのが、ニューラルマッパーと呼ばれる装置でした。神経回路をマッピングし、その構造や活動をデータとして記録、再構築するシステムです。つまり、特定の実験体の神経データを複製し、それを他者に記憶として体験させることが可能な装置ということになります。ソーヤー博士は、この装置をポピージェルを伴った肉片に適用することで、対象の記憶を別の存在へ組み込むという実験を行っていました。その結果、孤児不足という問題を補う仕組みを成立させていたと考えられます。これは、生命の創造、まさに狂気的な研究の到達点です。この装置では、ハギーワギーの被験体の記憶を追体験します。再調整が行われる過程を直接体験することで、彼がどのように存在を作り変えられたのかが明らかになります。なお、この時流れる洗脳ビデオには、後にリリー・ラブブレイズとなるグレイシーの姿も確認できます。物語上の重要人物がすでに関わっていたことを示す描写です。そしてここで、ハギーワギーが再び姿を現します。見つからないよう慎重に脱出し、扉の先へ進むと、そこに広がっていたのはスイートストリートと呼ばれる、おとぎ話のような世界でした。リリー・ラブブレイズとの出会い。このエリアは、子供の遊び場を思わせる空間でした。全体がどこかファンタジー調に作り込まれており、それまでの陰鬱な施設とは対照的な世界観が展開されています。このエリアはジオラマと呼ばれる区画で、内部に入った者がそれぞれの役割を演じることを前提とした空間でした。つまり、洗脳された孤児たちに対して、物語の世界そのものを現実として信じ込ませるための最終的な演出だったと考えられます。リアニメーションへ向かう途中、車でこのエリアを通過しますが、そこでリリー・ラブブレイズと遭遇します。そのまま彼女の住処であるドールハウスへ連れて行かれ、お茶会への参加を強制されます。そこで主人公は、捕まっているポピーやキシーと再会します。これまでの出来事について謝罪を受け、ポピーを脱獄させるためにパズルを解こうと奮闘します。しかし、通るたびに高頻度でせかされます。逃げる方法は見つかった？見つかった？お願い、急いで。プレイした人ならわかると思いますが、ここでは極度のストレスを感じました。一度は脱出に成功し、屋根裏からの逃走を試みます。しかしリリーに見つかり、マミー・ロングレックスの時と同様、強制的にゲームへ巻き込まれます。最終的に再び捕らえられ、全員がお茶会へ戻されます。そしてそこで、特別なゲストが訪れることが告げられました。プロトタイプ登場。そこへ現れたのが、プロトタイプです。これまで断片的にしか姿を見せてこなかった存在が、ついに全貌を表します。プロトタイプはポピーに対して強い怒りを示します。その理由は、ポピーがプレイタイム社の支配から逃れて築かれたおもちゃたちの楽園へ、外部の人間である主人公を連れ込んだことにあるようです。
さらに彼はその行動の原因をポピーの未熟さにあると分析します。子供であるがゆえの判断ミスだと捉え、改良という名目でポピーを確保しようとします。しかし怒りを制御できず、結果としてポピーの頭部を半壊させてしまいます。主人公に対しても言及があり、部外者であること、そしてプレイタイムブッチャーと呼ばれている噂をプロトタイプが把握していることが明らかになります。主人公の存在が内部世界にとって異物であることが強調されます。混乱の隙をついて主人公は脱出しますが、直後にリリーの猛追が始まります。激しい追跡の末、不本意ながらリリーを倒します。再び研究所エリアへ戻り、生き延びた者たちと合流しますが、彼らは皆壊れた存在として深く消耗していました。それでもギブレットが仲間を奮い立たせ、プロトタイプが保管しているバックアップデータの回収へと向かう決断を下します。リアニメーション。物語はいよいよ終盤へと差し掛かります。主人公がたどり着いたのは、広大なラボ施設の中腹に位置するリアニメーションエリアでした。そこに存在していたのは、実験体を大量生産している手術室です。工程の多くは自動化されているようで、人の手をほとんど介さずに処理が進んでいる様子がうかがえます。この施設では、ロングサイドアウティマルズの個体が次々と生み出されていることが示唆されています。つまり、この区画こそが蘇生を意味するリアニメーションの中核であり、命を再構築し続ける装置そのものだったと推測できます。やがて、再びハギーワギーとのチェイスが始まります。必死に逃げ延びた先にあったのは、列車のホームでした。そこにはポピーとキシーの姿があります。キシーの存在を確認した瞬間、ハギーは沈静化します。かつての絆は失われていなかったことが示される、わずかな安息の時間です。しかし、その静寂を打ち破る存在が現れます。姿を見せたのは、プロトタイプでした。ここから、物語は最終局面へと突入します。データセンターへ、ギブレットとポピーのいる列車に乗り込み、主人公はプロトタイプの猛攻をかいくぐりながら戦闘車両へと進みます。車両を切り離して時間を稼ぎますが、それでもプロトタイプの追撃は止まりません。徐々に追い詰められた一行は、ついに列車から飛び降ります。窮地から脱したかに見えましたが、次の瞬間、主人公はあっけなくプロトタイプに捕らえられます。体を貫かれ、そのままポピージェルのタンクのような場所へと落とされます。そこで描かれたのは、明確な死亡演出でした。しかし、ギブレットの杖による電撃によって主人公は蘇生します。それでもなお、主人公の正体については今作でも明かされませんでした。その後、主人公はデータセンターへとたどり着きますが、ポピーはプロトタイプに連れ去られたことが分かりました。奥へ進むと、無数のコンピューターが並ぶ空間が広がっています。ここには、プロトタイプの弱点へとつながる情報が残されている可能性があります。システムをオーバーライドし、端末を起動すると、そこに映し出されたのは、倒したはずのソーヤー博士の象徴とも言える目でした。あの臓器は本当にソーヤー博士のものだったのか、それとも、これは博士の意識や記録がデータとして保存されている状態なのでしょうか。この謎は自作に持ち込まれました。ここまでがチャプター5の物語です。本作は、プロトタイプとの明確な対峙と、因縁の始まりを描いたチャプターだったと言えます。プレイ後の感想。ここからは個人的な感想になります。率直に言うと、これまでのチャプターの完成度が高かったからこそ、今回はやや別ゲーのような印象を受けました。最も大きかったのは、期待されていた伏線の回収がほとんど行われなかった点です。ARG で強く示唆されていた PW やキャットナップは登場せず、既存キャラクターの出番も限定的でした。代わりに、多くの新キャラクターが追加されています。また、パズル構成についても、次へ進むこと自体が目的化している印象があり、これまで感じていた、解いた時のスッキリ感や爽快感はやや薄れていました。加えて、開かない扉が多いことや進行ルートが分かりづらい場面もあり、プレイ中にストレスを感じる瞬間もありました。一方で、デザイン面やビジュアルの進化は明確です。グラフィックはよりリアルになり、カメラワークも滑らかになっています。この点はさすが新作と感じました。とはいえ、今後さらにやり込むことで印象が変わる可能性も十分にあります。皆さんはどのように感じましたか？良ければコメントで教えてください。この動画が参考になった方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。